こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回なんですけども、天井の板張りやっていきます。こんな感じです。ということで、キャラバンのハイルーフの天井、こんな感じです。ハイゼットの時は、この純正のカバーを全部外してから、精神剤を貼って、銀マットを貼って、板張りをしたのですが、今回は、この純正カバーをまた元に戻すやり方でやっていきたいと思います。ということで、やっていきます。印をつけて外していきます。はい。線を引けたので、次は外していきます。1個外したんですけど、こんな感じです。で、外したのがこんな感じです。今、ネジを全部外しました。ということで、1個ずつ取っていきたいと思います。これが真ん中。これ真ん中分かりやすいのはないけど。ということで、一番奥のカバーから外してみたいと思います。あ、取れた。ちょっとずらして。はい。やっぱ1個外せば簡単だ、とは。はい、ということで天井の純正のカバーを全部取り外しました。今から脱脂をして、精神剤を貼り付けていきます。その後銀マットを貼り付けていきます。ということで、端が終わりました。一応ですね、前回もこちらの油膜ガラスを使ったんですけど、ハイゼットの時の天井の脱脂も、これでやって、一応その後精神剤とか両面テープを使って貼った後剥がれてくることはなかったので、あまり天井が汚れてない人は、ハインズの油膜ガラスでもいいかと思います。ということで、今からこの精神剤貼っていきます。カットされてる精神剤を貼っていきます。で、その後このローラーで押しつぶしていきます。なんかさ、高いからやりやすい。ハイルーフだから。ハイゼットの時、結構地獄だったじゃん。うん。割と、立ったままでできるから、まだやりやすいかもしれない。前よりかは。はい、ということで、今、精神剤が貼り終わりました。こんな感じです。かなり大雑把ではあるんですけども、こんな感じでいいのかなと思ってます。足りない部分はちょっと後でまた足すんですけど、とりあえず雰囲気だけでも分かってもらえたらいいのかなと思ってます。では次に銀マットを取り付けていきます。はい。で、ガムテープで適当に貼っていって。綺麗に切れたね。OK。銀マットを二重にして天井に設置していきました。こんな感じです。でハイゼットの時は丁寧にやったんですけど、見えなくなる場所っていうのと、もう一回やったことあるので、ガムテープと両面テープで簡単に留めてます。この後、純正のマットで押さえ込むので、問題はないです。こんな感じです。ハイゼットも同じようにやってるんですけど、板張りした後天井はほぼほぼ熱くならなかったので、同じやり方をしています。同じやり方よりも、より純正マットがつくので、さらに断熱効果は出てくるかと思います。ということで、純正マットを戻していきます。こうか。で、上げていって。こうだね。して、こういうことですね。OK です。入りました。OK。いきますよ。はい、こんな感じで、純正のマットを元に戻しました。次はこの
針に根太をつけていきます。でこの根太をつけたところに天井の板張りを打ち付けていくというやり方です。で曲線になっているので根太を3分割ぐらいにして貼り付けていこうと思います。根太を固定させるのはタイラップで固定させていきます。はい、ということでカットが終わったので結束バンドで針に根太をつけていきます。根太は 1.2mm ぐらいの細めのものを使います。ということでタイラップで固定していくんですけども、ここで止めると木材を固定するときにこの出っ張りの部分がこれですね、これが邪魔になるので側面で止めるようにしていきます。はい、これでセンター部分の2箇所取り付けが終わりました。で次両サイドのここカーブがあるので、この板をさらに半分にしたこれですね、これをこんな感じでつけていきます。これである程度曲線を描くことができてます。はい、これもタイラップで留めていきます。はい、こんな感じでまず1本目終わりました。あとはこれを天井に戻して板張りをしていくだけです。残りの3本もやっていきます。ということで針に根太を取り付ける作業が終わりました。天井に戻していきます。はい、天井に針を戻しました。こんな感じです。両サイドの部分は配線を通したりする作業などがあるので開けています。ここまで完成すると、あとは板を天井に取り付けていくだけの作業となります。次に天井に貼り付ける板にニスを塗っていきます。色は乳白色という色です。ダイソーでニスは購入してきました。木材の自然な色合いが出るような感じのニスだと思います。薄くなっています。天井に貼り付ける板は 4mm の電動板を10センチ幅でカットして作っています。ホームセンターで購入した際にカットまで進みます。早速ニスを塗っていきます。薄塗りをする前に板の表面を軽く塗っていきます。600万ぐらいの半額予想を使って表面を塗っていきます。次にニスを塗っていきます。だいぶいい感じに塗ることができました。ちょっと塗ってない板をそばに置いてみます。こんだけ置くとこんな感じですね。全然違う。いい感じになってますね。で、ちょっと乾くのを待っていきます。はい、次はソーラーパネルを購入した時についていたクッション材をそのまま断熱材としてキャラバンの屋根に貼り付けていこうと思います。適当な大きさにカットしていきます。針と針の間の間隔でカットしていきます。カッターで簡単に切れます。はい、カットすることができました。一度塗りが終わったので二度塗り目やっていきます。こんな感じで二度塗りが終わりました。乾くのを待っていきます。ということで真ん中に板を固定させていきます。今日は作業が1人なので、紐でとりあえず持ち上げている状態にして一番奥から固定させていきます。まずはセンターの板を取り付けることができました。あとは左右に前部分が終わったので、次は後ろ側ですね。後ろ側を貼ってきたら完了となります。後ろ側も作業していきます。
後にダウンライトの取り付け作業があるんですけども、ダウンライトの取り付け作業の動画が撮れていませんでした。取り付け方は全く同じなので、もしよければ過去動画をご覧ください。よろしくお願いします。はい。ということで、今回は天井の板張りと、ダウンライトの設置ですね。終わることができました。で、両サイドは、残りの配線類ですね。があるかもしれないので、完成ギリギリまで開けておきます。ハイゼットの時もこんな感じで、スムーズに作業がいったので、今回もですね、両サイドを開けておきたいと思います。ここも、収納が来ると思うので、今は開けてます。こんな感じで、白乳色で塗った、ベニヤ板ですね、を10センチ幅にカットして、ちょっとはめ板っぽく見せて、設置したんですけど、こんな感じです。別の角度から見るとこんな感じですね。割と綺麗に見えるんじゃないかなと思ってます。結構ね、うまくいったと思うんですよね、今回も。はい。こんな感じです。あと、綺麗に曲線ができているので、ちょっとね、広角カメラだから分かりづらいと思うんですけど、曲線も綺麗に撮れてます。はい。ということで、今回はこれで動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。あとチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。